ケハチとイナコの絆が高まる流れは、お互いの未来に向かう希望をつかむための絆でもあり、二人を死涯へと向かわせたくないケンゴの思いは、清六の存在に直結する謎への旅路。それらが描かれた第7話を振り返ります。皆さんこんにちは、みことです。テレビシリーズ20世紀電気目録ユーレカエブリカ第7話の感想考察やっていきたいと思います。今回はこれまで描かれてきたキハチとイナコの絆を連想させる描写や、新たな地へと向かった二人に随行するケンゴの思惑など、物語後半への布石について考えます。事前情報なしで視聴した感想考察を3つの視点から語りたいということで、今回のポイント、まず1つ目、絆。2つ目が開ける空。3つ目は清六の行方。それでは早速最初のポイント、絆からやっていきましょう。結納のため振袖の着付けをしていたイナコ。帯をきつく締められ、やっぱりきついとつぶやいていましたが、気乗りしない結婚に心の自由をも拘束された息苦しさを感じる描写でした。そんな様子のイナコを目にしたキハチでしたが、自分を信じてくれたイナコの言葉に励まされたことで行動への勇気を受け取った思いから、イナコの本当の願いに向かって歩む大切さを熱弁するキハチへとつながっていきます。この流れは前回のライブ直前で迷いを見せていたイナコをキハチが勇気づける展開から続く、この作品のテーマでもあると感じる自分を信じ、その思いを貫く大切さを説く絆の結びつきを示すセリフとなって描かれます。第2話で描かれていたキハチが制作したグライダーでイナコと逃避行するエピソードでは、互いを信じ、それぞれの思いに二人で向かっていく様子が以降の展開を示唆していると感じる描写でしたが、家業存続のために婚約を受け入れ、夢を封印しようとしていたイナコの心のくびきをキハチが解放し導く流れへと見事につながる展開であったと思えます。これまではそれぞれの希望へ歩みを進めるために互いの信じる心を奮い立たせ、絆を構築していく物語でしたが、その強い絆が別の感情へと移り変わる可能性を秘めた一話となりました。次は開ける空です。ノリコやケイト、スズの協力もあり、結納を回避し、逃避行に成功したイナコでしたが、それを知った陽介に追跡される事態となります。蒸気機関を搭載した小舟で移動していた二人でしたが、河川で船を利用した運搬は江戸時代をピークに、鉄道へ移行していくにつれて減少していくわけですが、明治40年頃は河川舟運も終わりに近づいていた時期であり、この物語の明治40年も同じような状況になっていた可能性は低くありません。しかし、蒸気が発達していたことで、まだ現役として稼働していた様子を見ることができ、そこにキハチが開発していた電池とスクリューによって高速移動を可能とした現代のモーターボートのような様子が描かれます。実際の歴史では、すでに内燃機関のエンジンが発明されており、この物語で普及している蒸気機関は、それらに代わって使用されていると考えると、現代の自動車が EV 車へと移行していくような、蒸気から電気への移り変わりと、そのパワーの違いが描かれていたと感じます。その意味では、電気が蒸気に代わって次世代を担うという、清六の発言を裏付けるものであるとも言えそうです。そのキハチとイナコが船の移動で使用していた水路ですが、いくつかのトンネルを通過する経路となっており、相変わらず暗がりに怯えるキハチと、それを励まし、
出口を目指す稲子が描かれていました。これも第2話で2人が洋館へ逃げ込んだ際に暗闇に怯えるキハチを出口に導く稲子が描かれていましたが、今回のトンネルでの描写へと続く流れとなっています。第3話では闇夜と妖怪を重ね、電気満月の光がそれを払拭する様子が描かれていたので、電気が人々の不安をも打ち払う力を兼ね備えている表現であったのかもしれません。また、この時の暗闇状態を白い線画で描く手法が今回も採用され、トンネルを抜けて光が当たる場所を電気の力で作り出す、希望の具現化であったとする解釈と考えることもできるような描写となっています。空が開けて光が差し込む様子が、人々にとっての新時代の幕開けとも言える物語でした。次は清六の行方です。典子宛ての書面を握りしめていた健吾、苦悩にも似た表情を浮かべていましたが、その理由や内容については先送りとなっています。前回先生と呼んでいた咲への学生時代の感情が残っている自覚から、典子への誠実さに欠ける自分の思いにけじめをつけるため、何らかの行動を起こすつもりであったのかもしれません。または、電気目録の半分を保管していた典子と清六との関係が大きく関わってくる可能性も否定できない状況です。このあたりは、喜八と稲子の関係性の変化へとつながる愛情劇の一幕であるとも考えられ、今後の展開を期待させる描写となっています。そんな中、先の戦争で行方がわからなくなっている清六ですが、これまでを振り返ってみると、戦地で亡くなっている可能性が高い流れとなっていました。キービジュアルでは、稲子の母である苗子と清六のみが逆位置となっており、この二人がこの世を去っていることを示唆しているとも取れ、第2話のオープニング映像では、戦争より帰還したと思われる健吾と崩れ落ちる陽介の姿や、清六のものだと思わせる腕が描かれており、健吾が清六の最後を確認し、腕を持ち帰ってきたのではないかとも考えられます。陽介の清六型アンドロイドの指先がかなり人間のものに近いことを踏まえると、この腕自体が清六のものである可能性も否定できず、このあたりは清六の最後が未だ明確に言及されていないこともあり、生存ルートが皆無とは言い切れないことから、今後の展開を待つ形となります。今回、滋賀へと向かう喜八と稲子に対して、健吾の慌てぶりがかなり緊迫していたことを考えると、この展開が清六の状況を説明する大きな流れとなる予感もあり、ケイトの父であるスチュワート・スミスとの出会いは、この3人をどのような未来へと導くのか興味が尽きない流れとなって次回へと続きます。スミスの電気目録が喜八の持つ目録の残り半分なのか、あるいは清六による別の電気目録の可能性など、次回の物語を待たなくてはならない展開の1話となりました。今回の第7話は、新章の幕開けにふさわしく、これまで描かれてきた物語と重なる展開と、今後の布石となるような新たな疑問が生じる構成となっていました。電気目録を求め開発を続ける喜八と、自分の夢を実現したい稲子の二人が、互いを信じ、自分自身を信じることで、絆がより強くなっていくと同時に、未来を求めて前進していく様子が描かれる希望の物語でもありました。そこに、健吾の思惑が交錯し、電気目録と稲子の未来を求める新展開の1話目となる今回の物語でした。今後は、スミスと電気目録の関わりが描かれるとともに、典子への手紙を握りしめていた健吾の心情と、咲との関係など、
苦戦を回収していく流れとなっていく予感ですが、市街機を止めようとしていた剣吾の思惑が、清六本人に関わることは必至と思われ、そこに陽介が絡んでくる展開と愛情物語にも期待です。ということで、20世紀電気目録ユーレカエブリカ第7話の感想考察でした。最後までお付き合いありがとうございました。